森田元夫さん、当時14歳。爆心地からおよそ 2.3 キロの吉島本町で被爆しました。工場の旋盤工として働いていた森田さんは、夜勤明けの8月6日、仲間と映画を見に行く予定でした。先輩に見とがめられ、寮に足止めされた森田さんは、突然の閃光の後、崩れた建物の下敷きになっていました。辛くも抜け出した森田さんが目にしたのは、一面火の海となった広島の惨状でした。一目で誰かわからないほどひどいやけどを負って帰ってきた仲間、水を求めて亡くなっている人たちの無残な姿、その記憶がよみがえるたびに、森田さんは核兵器は二度と使ってはならないと心から願うのです。私は東京で生まれて、あそこで3歳まで親父が脳出血で倒れて、おふくろをようやっていかんけ、足の姉と足と2人を連れてこっち千代田へ帰ってきて、お母さんの実家が千代田、これは山形海部長へよったんですね。親父が早死ぬけしょうがないね。でそこからお母さんの再婚が能美島の中町いうところへね。ほんでわしが6歳の時に小学校上がらないけんけんでお母さんのとこに連れて行ってもらって、ほんでそこへ行ってから島の小学校で尋常高等小学校、今の清成中学2年までみたいなもんよね。ぐらい尋常高等小学校へやったの。私が4年生の時大東戦争ハワイ攻撃やったら、敵軍空母轟沈中なんて撃沈中ようなことを大放映発表で聞きよったが、昭和20年ね、14歳じゃがね、国民高等小学校出たばっかりなのに、日本男児である以上は必ず軍隊に志願せにゃいけん、そういうわけで言って慎重でダメでやったんですね。でそうなって今度は必ず軍需工場で働かないけんっていうああいう時代だった。ほんで私が行ったなら吉島本町にね、倉敷航空機器製作所へ行ってから飛行機の部品を作る会社があったんです。今なってるが、あそこ飛行場があったけね、寮に行ったんです。寮でわしの友達は6人があれが大体一緒に行動しよったけね、空襲警報がこれはちょこちょこにありよったけね、暮れも岩国も皆やられてるのに広島だけ残っとるけ、今度は広島じゃろう今度は広島じゃろういう何か出よったけね、暮れがやられてる時にはね、わしらの寮から見えるんじゃけ、明かりが風がねポッポッポッポ燃える空が暮れの上がこうなるんじゃけ、おお暮れがやられおるわ言うてからわしら見よった。広島はやんじょがやらんよの言うてから話しよった。ちょうど夜勤やってね、まだ子供じゃね夜勤にものがあったでしょね。私は旋盤工じゃったんじゃが、6時頃までしたんかな。大体時間決まっちゃおるんじゃが、工場の前に食堂があった。ほんで帰りに食堂へ寄って、ほんで朝ごはん食べて、ほんで寮へ向いて帰ると、帰りしだにポスターかなんかで見たんじゃろうね。マレーの虎があれが面白そうなんで言うんで、あれを見に行こうやいうことになってから、こうって話まとまって行くな映画組んだ。社会寮長に外出効果もらわないけんけんね。
で外出許可もらうのに森田あんたが社会に受けがいきあんた話してこいやいっていう。で私が社会のとこへ行って社官室行って「先生高校で6名外出させてもらいたいんですが」って言ったら「どこ行くんなら」言って「高校です」って言ったよっしゃ行ってこいっていう許可もらって喜んで電話を持ったら上級生が「森田と広林はちょっとこっち来い」って言ってわしの友達の広林ってね生意気なところやるけ先輩から言われよってそれわしがいつも同郷同じ仲間なんだっけ一緒に行動しようってけ非常階段があるのにそこのところ行ってから長いことぐずぐずぐず言ってるのよ。文句言われてで「今日は出ちゃいけんぞ今日は」ねえ言うて先輩に止められたね。おじき何をしようがなきくそったらじゃのみんな映画見に行ったのにはぐみの思いながら寝よう思うて、ね、何をベッドの方見て行きよったら何を飛行機がボーンって飛行機が急上昇する音がしたけねあれはなんかの思って窓を覗こう思ったら青白い電気が消灯するような光がね青白い光がピカーッときてでびっくりしてそのままザーッと走ったが間に合わずに家と一緒に崩れていったんだよね。直にした時期になったらねちょうど空洞だったあのぐらいの階段の下がね物置とトイレとそのトイレのとこへ落ちとったね。それで何を天井板があるんでねその天井板が苦労してなんぼやってもとてもやめるそうなわけじゃわしの力じゃダメよ思って。でこうやって上の方見りゃあっちこっちで「助けて助けて」って言える声が聞こえたからね。でだいぶ上の方に明かりが見えたけそこまで行ったらどうにかなるじゃろう思ってこう入りながらゆっくりじっくり入りながら明かりのとこ行って明かりのとこ行ったら手がかかるけでそこからようやく出てみたらびっくりびっくりわあ刑務所の中から南大橋の方で火がものすごい火事がうわどうなったのかなでもちろん原子爆弾に入れるのは全然知らんけんね何にもやってんのがどうなったのかな言ってから防空壕のなんてこれ前で相手話しよったんがだったら何をだいぶ中してから時間どのぐらい経ったんかしらんが皮のむげて火膨れでボロボロになったのがね私のところへ来てから「森田君」言ってくるき「森田君」言って今度は誰かよ全然分からんき「あんたは誰や?」言ったら「上原よ」言って映画見に行った4人のうちの1人じゃった6人じゃったんが2人で止められとったけ4人は行ったんにがそのうちの1人があえて帰ってきたからね時々漫画やらなんかでよ出らねボロボロになってあがんなるもんか思うようなの見られるがほんまの通りボロボロ何もかもがみんなボロボロで剥がれかけてよなんてほんで今日全然わからん「どうしたんやあんたは」とかねって言って「知らんよ」ほんで「どこまで行っとったんかい」って聞いたら白神神社の方まで行っとった言ってくれけんねほんであそこら歩きよったんじゃろうもんねほんで他の人は全然わからんほんで上原君だけあえてあこへ帰ってきたがそのままどうなったかはあちらわからん。
あそこらあんまり日が来なんだよね。その代わり逃げてくる人が多かったろう。今の皮袋になったような人がね出て「お前地獄じゃ」あの時のことを思ってね、兵隊が時々来てから「水をやったりかんぞ」って言ってから言いよって兵隊が取られて歩きよったからね。ほんでが「何をお水くださいお水どうやって」言ってから何してから来るのにね、あの頃防火用水がところどころ置いてあった時ね、その防火用水の中でね川を突っ込むんで、その防火用水は棒フラが開いてからその中へ顔を突っ込む。で顔を突っ込んだらグラッとなってて、そのまま行ってんじゃねえ。何よこの世に地獄があるならばまだ地獄じゃ。ああいいね。工場はぺちゃんこになってるしね、工場はスレートの鉄骨だったがぺちゃんこになっとった。で食堂は平屋の小さいなんだったけど、それは残っとったその陰であったんで、道路があるその左側が工場で、ほんで右側に食堂があった。残っとった。夜行ったとかの米のご飯が出てきたのにびっくりしたんだけど、それまた大豆やらコーランやらあがないんだけど軽くでけど、その時でびっくりしたの、米のご飯があるそのアクリかなんかにしまい向いて歩いて宇品まで出たんじゃがね、この今の日赤の向こうに貯金会館いうのがあった。そこから広島電鉄あそこの間をずっと歩いて三木橋向いて出たんじゃが、三木橋の下を馬が慣れてから流れおる。とにかくできる何も生き物は全部何もかもかわいそうにものをああいうことだけはっきり覚えたらでせっかく宇品まで出てら能見島行きの船はないって言われて「おいどう困ったぞ」って言ったらその欄の人が「大垣行きならありますよ」行き「私は大垣行き乗ろうや」言ってから大垣まで行ったら陸続きだけどうかなるき今の吉島から宇品まで歩いて、ほんで途中で大垣まで船に乗ったがそれからまた大垣から中村まで歩いとるんで、ほんで夜中過ぎとったろもんで家帰ったらよう後から考えてるよう歩いたのはね、もうお母さんがびっくりしとった夜中にだから何を広島が何やら爆弾を撃った煙は見とるんでけあっということは分かっとるんじゃが、ほんじゃが何をあの頃はまだ電話も何にもなき連絡の取りようもなきだっただろうな。ほんでびっくりしとった。久保田言ってわしらと同い年の総督がどっかで中学行っとった。あれも怪我がないのにね、何してからこう斑点が出てきて、ほんで髪の毛が抜けていって、ほんで亡くなったりでわしもどうもなわけね、どうもなかったと思ったら体がだるうってね、何にする気もなかったので1年ぐらいでゴロしとった。まともに元気だった普通の怪我も何にもない人が入って亡くなる、髪の毛が抜けてから斑点が出て
亡くなっていったり聞くとこっちも心もそうなってね今度はわしの番じゃるまからわしは運のついたええ男できわしんとこや子なんだがね今頃ロシアがあがのもの使うじゃなんじゃって言うがら絶対使わちゃいけん使わちゃいけんし使わちゃいけんあれは今広島のよりだいぶ大きくなっとるんだけんねそれが移されたらね地球が潰れる地球がダメになるや犬も猫もネズミもみんなおらんなるんだけね爆弾もな地球が潰れる山の中おる熊も何も熊も鹿もみんなダメになるんだけ生物はみんなダメになるそういうことを思つ何が地球がダメになるあれは絶対使っちゃいけんみんなもようと言うといてあれも絶対使っちゃいけんいうこと